うわー、うわー、これはまた皆さんどうもこんにちは。今日はですね、いつもと違うところからお送りしてるんですけども、大分で旅行をしていて、その時に泊まっている花別府っていうですね、すごくいいホテルにちょっとね今泊まってます。あまりにもロケーションがいいので動画1本撮っちゃおうかなと思いまして今撮ってます。はい、いただきます。3人カメラ構えながらっていうこの異様な瞬間でございますけども、こういう箸置きまでうまい。はい。明日から仕事のやつらは俺たちのかす。いや、盗み。なんて事件です。はい、朝ごはんでございます。なんと朝ごはん一個一個釜で炊いてくれるみたいです。めちゃくちゃうまそう。今日話すネタはタイトルの通りです。マウンテンバイクの選び方ということでですね、非常にこう、シンプルな話題なんですけども、ロードバイクって例えばエアロロードとか軽量ヒルクライムロード、エンデュラスロードとかね、黒森、カーボン、アルミ、いろいろあると思います。ざっくりとね、その3つかな、で分けられてると思うんですけども、マウンテンバイクってですね、もうそれ以上に膨大な種類があります。サスペンションがついてるとか、サスペンションがついてないとか、フルサスなのかハードテールなのか、それだけじゃなくて本当にこう選ぶこの基準というか、ポイントがたくさんあるんですよね。第一に言うとですね、この1台があればどんなとこでも走れますよっていうバイクは多分ないと思います。ロードバイクもね、例えばこってことのエアロロードで完璧にヒルクライムが登れるかっつったら多分軽いヒルクライムの方が速いと思うし、めちゃくちゃ軽いヒルクライムバイクで平坦をね100キロエアロロードと走ってどっちが速いかって言ったら多分エアロロードの方が速いです。はい、そんな感じでマウンテンバイクにもこのシチュエーションにはこれ、このシチュエーションにはこれって感じで得意不得意があるっていう感じなんですよね。正直ね、僕もぶっちゃけまだまだ全然素人なんですけども、僕なりにこの選ぶ上でのポイントをちょっとね皆さんに伝えていこうかなというふうに思います。まずですね、マウンテンバイクのジャンルっていうのをですねちょっと3つに分けてねお伝えしたいと思います。1つはねクロスカントリー、もう1つはトレイルでダウンヒルという感じで、他にも結構なんかいろんな呼び名があるんですけども、今回はこの3つでちょっとね、絞ってやっていきたいと思います。それではね一つ一つ説明していきますということでね、一応ちゃんとメモを用意しているんですけども、まずクロスカントリーというね、種類のマウンテンバイクについて話します。クロスカントリーはいわゆるレース用の機材ですね。クロスカントリーレース用に作られた機材、マウンテンバイクになります。サスペンションはね一応ついてるんですけども、サスの動く幅、ストローク量がそんなに大きくなくて、ヘッド、いわゆるこうマウンテンバイクのフォークの角度がちょっとこう立ってるようなバイクになってます。一応ですね、ハイエンドモデルになると8キロとか9キロ台でめちゃめちゃ、下手なロードよりも全然軽いようなマウンテンバイクがゴロゴロあって、あまりこうマウンテンバイクとかで出会うようなガタガタな道、めちゃくちゃこうダウンヒルコースをこう走るような、バイクでもないですし、その代わりめちゃくちゃ軽いので上りもガンガンあるようなレースが、クロスカントリーレースの特徴なんですけども、そういうレースのために作られたマウンテンバイクですね。非常に軽く、上りが速く、ただあまりハードすぎるコースは向かないっていう、そんなバイクです。ハードテイルタイプ、いわゆるリアにサスペンションがないタイプのバイクがほとんどって感じですね。続きましてダウンヒルバイクです。ダウンヒルバイクはですね、本当にもう下り特化です。はい、特化の下るためだけに作られたバイクがダウンヒルバイクですね。その名の通りなんですけども、平地を走るとか登るとかは一切考えられていないです。はい、特徴はね、サスのストローク量がめちゃくちゃ動きます。もうビュンビュン動く、もうどんなに高いところでも衝撃をいなしてくれるぐらいギュンギュン動くようなサスがフロント、そしてリアともについてます。でヘッドが先ほどのクロスカントリーは立ってるって言ったんですけども、ダウンヒルの場合はバーンと寝てます。寝ることによって安定して下ることができるという感じですね。
きついセクションでもヘッドが立っているよりかは安定してこうね降りることができる。立ってるとねグデッとなっちゃうので、はい、めちゃくちゃ重いです。下り特化なんでもう軽さとか考えてない。ストローク量もめちゃくちゃ大きいので非常に重たいものがほとんどです。15、20キロとかね近いものがいっぱいあります。非常に見た目はいかついです。でストロークがめちゃくちゃあるのでとてもかっこいい。そしてめちゃくちゃ高いのがダウンヒル特化のバイクの特徴です。100万円オーバーのバイクなんてもゴロゴロあります。日本だとその 100% 楽しめるっていう、場所はね正直少なくて、関東とかそこらだと富士見パノラマとかそういった本当ダウンヒル特化でめちゃくちゃ長く走れるところぐらいじゃないとちょっと 100% 楽しむのは難しいんじゃないかなっていうバイクになりますね。はい、続きまして最後トレイルバイクですね。個人的にはですね一番万能なんじゃないかなっていうのがこのバイクです。はい、ざっくりと言うなら最初に言ったクロスカントリーそしてダウンヒルの間に当たるものがこのトレイルバイクだと思います。程よいストローク量で程よいヘッド角のおかげでどんなフィールドでもそつなくこなせるいわゆる万能バイクですね。大抵の人はこのバイクを選べば間違いないんじゃないかなというふうに思います。僕もねフルサスのバイク買うならこのタイプだと思います。ただトレイルバイクも幅が広いんですよね。パーツ構成によってストローク量が多めなちょっとダウンヒル寄りなトレイルバイクだったりとかすごく軽量でストローク量少なめな黒缶寄りのトレイルバイクとかですね、この真ん中のさらにどっち寄りかっていうトレイルバイクも結構たくさんあるので、もしも自分がねマウンテンバイク買ったらどこで走るかな、近くにじゃあダウンヒル用のねマウンテンバイクパークがあるっていうんであればじゃあちょっとダウンヒル用にしようかなっていうのもいいですし、里山ねガンガンちょっと速く走りたいっていうんであったらばちょっと黒缶寄りのを選んでもいいと思いますし、その辺はちょっとこう皆さんのその用途によって選べばいいんじゃないかなというふうに思いますという感じでございます。下り寄りのトレイルバイク買ったら基本ダウンヒルメインだけどたまにちょっとねアップダウンの多めな里山も走りますよ。里山メインだったら黒缶寄りだけどたまにちょっとダウンヒルでやりたいなみたいな非常にこうどんなシチュエーションでもそつなく遊ぶことができるバイクになってます。ということでですね、もちろんストローク量じゃどれぐらいなのとかいろいろあるんですけども、その辺はまた今度お話しするということで、今回はこんな感じで本当に基礎の基礎初心者向きって感じなんですけども、自分が走るスタイルを決めてから自分にぴったりのマウンテンバイクを買うといいと思います。ダウンヒルパークばっかなのに黒缶買っちゃうとすごいもったいないし、逆にね里山でアップダウンがめちゃくちゃ多い山道で走りたいっていうのにダウンヒルバイク買っちゃったら全然楽しめないと思うんで、自分の家の周りの環境とか行くマウンテンバイクパーク場所遊ぶ場所でマウンテンバイク選びをねちょっとしていただければなというふうに思いますということで以上でございます。はい、また次回の動画お楽しみに。花別府っていうねちょっといい感じのロケーションで動画撮らせていただきました。はい、皆さんもぜひね行ってみてくださいね。はい、別に宣伝とかなんでもないんですけど、はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。